周囲を山と壁に囲まれた町、カーマ。そこには、レイという名の少女が、慈愛、地、部の三賢者と、兄弟文献学友のエルロンとパイロン、その他、多くの動物型アンドロイドに囲まれて、世界でたった一人の人間として平和に暮らしていた。だが、所用無常。この世のものは常に変化し、永遠に変わらないものはない。レイの13歳の誕生日を祝ったその日、彼女の世界は一変してしまう。街にそびえ立つ壁の向こうに夕日と見まがうほどの大きな光。興味本位で壁を越えたレイが見たのは、この世界の真実であった。そこには崩壊したビル、飛び交うドローン、銃撃、爆発音、数百年にわたる戦争の敵国、スペクトラが最終防衛ラインを突破し、レイたちのクラスカーマへと攻撃を仕掛けてきたのだ。そろそろ、三賢者とエルロン、パイロンは皆、レイを生かすために戦っている。レイにできることは何か、この世で唯一の人間としてできる、正しいこととは何か、数百年前、人間を兵器として使い、莫大な戦果を上げたシステム戦闘。人間にしか扱えない戦闘で、みんなを救う。それがレイの決断であった。少女は剣を手に取り、戦場をかける。戦闘機として。終わったわね。そろそろ私も喋っていい？いたのかレイム。いたのかじゃないわよ。ちょいちょい声かけてたっての。というか、さっきの語りは何？今のは漫画の遊戯王 OCG ストーリーズの、戦闘機編1話のあらすじだぜ。へえ、戦闘機の、こういうお話なんだ。確か公式でアニメもやるって話よね。ふむふむ。あれか。アニメに先駆けて戦闘機のストーリーを解説。って流れかな？勘がいいな。その通りだぜ。まあ先駆けられるかはわからないけれども。メタ発言はそこまでよ。アニメではまた違ったストーリーが展開されるかもしれないが、今回はカード解説はそこそこに、戦闘機の設定や、漫画版を元にして戦闘機のストーリーについてサクッと語る回だぜ。戦闘機って、OCG のテーマとしては戦闘機レイを使ったリンク召喚と、マジックカードを軸にしたテーマよね。そうだな。それらが設定上だとどういう存在なのか、というところから、じっくり説明していくぞ。ほいきた。まず、テーマのキーとなる戦闘機レイのイラストに注目しよう。制服風の服を着た、非戦闘状態。通常モードの姿だぜ。可愛いわよね。少女が制服を着て日本刀を持ってるってだけで、特定のフェチの人にはぶっ刺さるでしょ。でも、この見た目で13歳なのね。すごく大人っぽく見えるわ。その点なんだが、カードイラストで描かれているレイはおそらく15歳だぜ。13歳じゃないの？ 13 歳というのは、あくまで漫画のストーリーが始まった時点での話で、漫画内でも2年年を重ねて15歳へと成長しているんだぜ。カードの中で戦っている姿のレイは、おそらく15歳の時の姿だと思われるぜ。なるほど、15歳と言われると納得できる闘神だわ。足が長いもん。それより注目したいのは、レイが手に持っている日本刀についてだ。これこそが戦闘システムの根幹をなす戦闘だぜ。へえ、この刀がそうなのね。この戦闘を手にした人間は、驚異的な運動能力を得る上に、多種多様な武装の使用が可能となるぜ。戦闘機を代表するパワーカードの戦闘起動エンゲージは、戦闘を起動し、戦闘形態である戦闘モードへと変身しているシーンなんだ。あのカードって、いわば魔法少女の変身アバンみたいなシーンだったのね。すっごいざっくり言うとそれだな。ってことは、戦闘を持てば私も戦闘機に、とはならない。まず、戦闘を扱うには多くの訓練と才能が必要になる。レイは平和に暮らしていたが、日頃から戦闘訓練を行っていた描写があった。神社で茶をしばいてるだけのボンクラ巫女には起動できないだろうぜ。切れそう。一応私も楽園の素敵な巫女なんだけど。加えて、これもあくまで漫画内での設定だが、そもそも戦闘機の世界の人間はレイただ一人だけだ。最初に語ってた時に世界でたった一人の人間って言ってたわね。つまり、そもそもレイ以外戦闘を起動できる人間が残っていなかったのね。マスターデュエルのソロモードでは、レイ以外にも兵士がいるような言及があるから、アニメではまた違った設定になっている可能性も高いと思うが、少なくとも漫画では機械同士が戦争をしている、という世界観になっている。というかさ、気になってたんだけど、そもそもなんでレイしか人間がいないの？レイ以外の人類が突然滅んだ。ってのはあまりしっくりこないわよ。戦闘システムによって戦況が大きくカーマに傾いた時に、スペクトラが選んだ逆転の一手が、人間だけを滅ぼす衛星兵器だったらしい。とんでもないことするわね。敵国側にも人間はいたでしょうに。スペクトラ側はその時すでに AI に戦争を任せていたから、人間が滅んでも問題がなかったんだろう。AI の暴走だわ。映画でよく阻止されてるやつ。人間が滅んだ後に奇跡的に発見された受精卵を、カーマ三賢者が大切に育てたのがレイなんだぜ。へえ、そういう経緯が。人類が滅んだ後に生まれた人間なのね。その上で戦闘訓練も積んでいたと。戦闘を扱うだけの素養があったのね。才能もあったんだろうけど、とにかく戦闘は簡単に起動できるものではないってことだ。私も起動してみたかったわ。ちなみに戦闘システムの使用のために必要な精神エネルギーを戦闘力と呼び、システムや武装を使用するだけで、精神エネルギーをかなり消耗するらしい。戦闘システムを扱うには、強靭な精神エネルギーを持つ必要があるってことだな。だから才能だったり、精神エネルギーを伸ばす訓練が必要なのね。で、その戦闘力を使って色々な武器が使えると、それって、戦闘機のマジックカードのことかしら？だな。
戦闘機イーグルブースターと、戦闘機ホーネットビットに戦闘機シャークキャノン、戦闘機ウィドウアンカーが戦闘モードで使っている武装で、カーマの AI による回収もあり、戦況を一変させる強力な兵器となっているぜ。これらをゲートシステムから取り出し、臨機応変に使用するんだ。ゲートシステム？レイヤーエンゲージの背景にある六角形の模様のことさ。ああ、これか。この六角形がゲートなのね。エンゲージの戦闘カードをサーチする効果は、ゲートから自由に武装を取り出せることをイメージしてるのかな？おそらくはそうだろうな。設定的にもぴったりだぜ。となると、他の戦闘マジックもゲートから取り出せるの？たくさんあるわよね。それらについても色々設定があるんだが、先に各種リンク体の設定について説明をさせてくれだぜ。レイはそれぞれ尖った能力を持ち、適した戦場で莫大な戦果を上げることができる、4つの装着型決戦兵器、術式兵器を有しているぜ。4つのってことは、その術式兵器が戦闘機のリンク1なのかな？そういうことだ。ということでそれぞれのリンク体が、設定上、どういう能力を持っているのかを説明していくぞ。まずは戦闘機かがりだぜ。制限経験もある強力カードだ。赤い装甲がかっこいいわよね。速そう。コードネームは X003 かがり。極地特攻型殲滅モードという設定だ。極地特攻型殲滅。物々しい言葉が並ぶわね。要するにどういうモードなのかもよくわからないわ。ざっくり言うとスピード&パワーだな。背中の戦闘型のモジュールは高速起動のためのいわばブースターで、一気に敵陣深くまで踏み込み、目標を叩くことに特化しているモードだ。一瞬で近づいて一瞬で倒すためのモードってことね。やっぱ赤い装甲といえば高機動だわ。3倍速そうだろ？そして、この術式兵器を装備している状態で使える攻撃、いわば奥義が、戦闘術式と呼ばれるんだ。各種戦闘術式もマジックカードになってるぜ。つまり、各形態の必殺技だ？かがりの戦闘術式は戦闘術式アフターバーナー、背中の戦闘型ブースターが目標を自動的に追尾しつつ、戦闘とブースターから生じた熱エネルギーで目標を焼き尽くす技だ。かっけー、アフターバーナーってこういう設定だったんだ。強力すぎて、戦闘術式の使用後には強制的に術式兵器が解除されてしまうんだぜ。強い分、発動後に隙ができてしまう大技なのね。まさに必殺技。ねえ、他の術式兵器はどんな設定なの？戦闘機雫、コードネーム X002 雫は、防御に長けた拠点防衛型投影モードだ。戦闘力で増大させた電磁波でバリアを作ったり、敵の電子機器を妨害する能力を持つぜ。攻めのかがりに対しての守りの雫なのね。その辺はカードの印象的にもぴったりかも。奥義である戦闘術式は戦闘術式ジャミングウェーブ。雫の能力の出力を最大まで上げ、目標の電子機器を完全に沈黙させる兵器だぜ。現代でいう電波兵器の超強力版。ってところかな。人間のいない、機械同士が戦争をしている世界だから、イメージよりもはるかに強力そうだわ。お次は戦闘機カイナだ。コードネームは X005 カイナだぜ。拳みたいなモジュールがたくさんあるし、見るからに近接戦闘用よね。腕と書いてカイナとも読むしな。霊夢の想定通り近距離格闘型当選モードだ。単純な格闘戦のみならず、物資の運搬や瓦礫の除去などにも応用でき、見た目以上に汎用性の高い形態だぜ。重機っぽさあるもんね。世が世なら救命救助にも活躍したでしょうね。戦闘術式は戦闘術式シザーズクロス。拳型のアームが超高速でピストン運動を開始し、目標に連打を叩き込み、破壊する技だ。もしかしてオラオラですか？イエス、イエス、イエス、イエス。オーマイガー。まあ、わかりやすい必殺技よね。近距離格闘といえばやっぱり拳のラッシュでしょ。近距離モードがあるなら遠距離モードもあるぜ。X004 ハヤテ。戦闘機ハヤテは、進行迎撃型激闘モードと呼ばれる、遠距離から進行する敵を狙撃するモードだ。これ、よく見ると持ってる銃が戦闘を重ねたみたいなデザインになってるのね。戦闘術式の戦闘術式ベクタードブラストは、戦闘機としてのエネルギー、戦闘力を集約し放出することで、人工衛星を一撃でぶち抜くという超長距離、超高火力の狙撃を実現させる技だぜ。でっかい人工衛星を一撃で。とんでもない威力だわ。こんな感じで、4つの術式兵器と4つの戦闘術式を駆使して、戦闘モードだけでは対応できない状況を切り開くってわけだぜ。すごいわね戦闘システム。しかもこれが例にしか使えないんでしょ？敵国の、スペクトラだっけ？そんなの一瞬で倒せちゃいそうね。スペクトラもただ指を加えて待っているだけじゃなかったんだぜ。でも霊しか人間はいないんじゃないの？いないなら、作ればいい。人間を？そんな、冒涜的だわ。霊も一応は受精卵から育てられたのよ。そんな倫理観はスペクトラには関係がなかったぜ。スペクトラに連れ去られた慈愛の賢者シエラのデータを用いて、戦闘機ロゼを完全に一から誕生させたんだ。敵国で生まれた二人目の戦闘機か。この辺は漫画での設定だけどな。アニメでは色々変わってそうだ。何にしろ、これで敵と味方の戦力は完全に対等になっちゃったわね。いや、戦闘モードの状態であればロゼの方が若干上だ。無論、術式兵器を使えば霊の力が上回るが、スペクトラ側にも術式兵器に当たる戦闘兵器を作り出したぜ。Z000 ジーク。OCG でいう戦闘機ジークのことだ。片方が強力な兵器を生み出したら、もう片方がそれに並ぶ兵器を作り出す。兵器開発のいたちごっこね。
本当に戦争じゃない。かがりなどのカーマ側の術式兵器とは大きくコンセプトが異なっており、術式兵器がアーマー型なのに対し、戦闘兵器はいわばロボットだ。となると、ロゼはロボットのパイロット？その側面もあるが、どちらかというと動力源としての役割が大きいようだ。ロゼの持つ戦闘力をジープを動かす動力にしているんだぜ。ガソリンみたいなもんか。また、乗り込んだ戦闘機の自我を薄めて洗脳する、洗脳マシンでもあるぜ。洗脳？ガソリンに石があって勝手に運転を止められたら、たまったもんじゃないだろ？いやまあそうだけど、そこまでする必要ってある？人間は機械のパーツじゃないのよ。漫画内だとコミカルに描かれた奴らではあったが、スペクトラ側の AI には人間の情緒や感情というものがわからないのさ。はい、なるほど。まあ AI と人間で一番違うところだもんね。でもな、そんなロゼでも間違いなく人間なんだ。レイとロゼの最初の戦いでは痛み分け、という結果に終わったものの、初めての地震以外の人間との出会いに、レイは大いに悩むこととなる。そりゃそうだわ。世界でたった一人だと思ってたのに、二人目の人間が現れたわけだもん。敵だからさあやっつけろ、とはできないわよ。敵国の人間ではあるが、レイとしてもロゼは放っておけない。レイが選んだのは、ロゼと話し合い、分かり合うという道だったぜ。そうよ、それが正しい道だわ。どうにか仲良くできないものかしら？当初はロゼの情緒が育っていないのもあり、難しいように思えたが、レイから受けた優しさによって、ロゼに少しずつ人間らしい情緒が育っていく。レイとロゼは戦いを通じて分かり合うことができるのか、速攻魔法の戦闘機動臨形時で、そのあたりを垣間見ることができるが、レイとロゼの関係は戦闘機ストーリーの大きな注目点だぜ。レイが傷ついたロゼを抱きかかえてるシーン、どういう経緯でこうなったんだろ。アニメでも楽しみなシーンだわ。全くカードについて触れないというのもなんだし、ここからは主要なカードの性能を解説していくぜ。まあ、レイムも有名どころは知ってるだろう？戦闘カードをサーチできる戦闘機動エンゲージとか、戦闘機トークンを出せる戦闘機ホーネットビットとかは、出張採用されてるのもよく見るから、さすがに知ってるわね。最近は闇での採用が目立つよな。最初の方にレイムが言ってくれたけど、戦闘機というテーマは、大量の魔法で妨害やバックアップをしつつ、エクストラモンスターゾーンに召喚したリンクモンスター1体だけで戦うのが特徴だ。バニモンスターが1体だけになる、まさに一気当選のテーマね。戦闘機っぽく言うなら、一気当選かな？そのコンセプトを守るために、マジックカードには共通して、メインモンスターゾーンにモンスターがいない場合に発動できるという、非常に独特な制約がついているぜ。珍しいわよね。普通のデッキなら1ターン目の初めか、相手にさら地にされた後にしか使えない制約だわ。エクストラゾーンのモンスター1体で戦う戦闘機なら、全く問題なく使えるのがミソよね。プラス、おそらくは何度も戦い兵装を使う連動を高めていく、あるいは回収を重ねて、兵装が強化されていくフレーバーだと思うが、墓地のマジックカードが3枚以上になると、それぞれの効果が強化されるのも共通だ。エンゲージなら、戦闘のサーチに加えて追加でワンドローできるようになる。ホーネットビットならば、通常は攻守ゼロの戦闘機トークンを出す効果だが、強化されることで、トークンの攻守が1500に上がるぜ。ああ、なんで魔法がたくさん墓地にあると強化されるのかと思ってたけど、レイ自身の連動が上がったり、回収で強くなってるって考えはぴったりだわ。ちなみにホーネットビットは自分のホログラムを出して敵を撹乱するという設定が、戦闘機トークンを生み出す効果になってるし、戦闘機ウィドウアンカーも設定上、掴んだ機械をハッキングする機能があって、それがモンスター効果無効果と、コントロールダッシュ効果になっているんだぜ。ちゃんと設定通りの動きをするようにカード化されてるんだ。マジックカードはこんな感じで、次はメインデッキのモンスターについてだぜ。カードとしての戦闘機レイは闇属性レベル4の戦士族で、フリーチェーンで自身をリリースし、エクストラデッキから戦闘機モンスターを、エクストラモンスターゾーンに直接特殊召喚ができて、場の戦闘機リンクが相手によって場から離れると、墓地から蘇生できるぜ。リンク体の術式兵器を装着する効果と、アーマーの術式兵器が壊れたら、元の姿に戻るっていう効果ね。設定を知ってから改めてカードの効果の話をすると、また見え方が変わってくるだろ？そうね、ただ強いカードだってだけじゃなくて、設定に合ったフレーバー的な意味も感じられるわ。それじゃあ次は術式兵器や、戦闘術式の効果も確認していこうか。4つの術式兵器は共通して、自身と別属性の戦闘機を素材にするリンク1だぜ。まずはかがり、戦闘機かがりについてだ。特殊召喚時に墓地の戦闘魔法をサルベージできるし、攻撃力が墓地の魔法の数 ×100 上がる、戦闘機の攻めの要だぜ。いやー、改めて見るとサルベージ効果が強いわね。エンゲージを使った後にかがりを出してエンゲージを回収、そしてもう一度エンゲージを撃つ、という動きで爆発的に宿を稼げるぜ。本当に強いわよね、その動き。どんだけ手札増えるんだよって感じだわ。攻撃力上昇効果はさすがに倍率が低すぎるからおまけ程度だけど、軒並み攻撃力の低い戦闘機では、
貴重な攻撃力2000以上になれるカードだぜ。極地特攻型殲滅モードであるかがりの攻撃的なところをよく表してるわ。これも設定通りの効果よね。かがりの戦闘術式である戦闘術式アフターバーナーは、表側表示モンスターの除去であり、墓地に魔法が3枚あれば、マジックトラップを1枚選んで破壊できるおまけがついてるぜ。1枚で2枚のカードを除去できる魔法って考えたら、すごくコスパがいいわよね。簡単に2アド取れるからな。戦闘機が高校で強い理由の一つだ。わざわざ高校を取る構築もあるくらいだもんね。で、次に紹介してくれるのは雫？ああ。次は戦闘機雫だな。最終盤面に置かれることも多いぜ。特殊召喚したターンの終わりに、同盟が墓地にない戦闘魔法をサーチできて、墓地の魔法の枚数 ×100 だけ、相手モンスターの攻撃力を下げるぜ。かがりと逆の攻撃力を下げる効果ね。拠点防衛型投影モードなだけあるわ。サルベージとサーチも楽なイメージがあるし、効果も設定上の役割も、かがりと対になってるんだわ。続いて雫に対応した戦闘術式の戦闘術式ジャミングウェーブは、セットされたマジックトラップを破壊できて、墓地に魔法3枚のボーナスを達成したら、モンスターも選んで破壊できるぜ。つまるところアフターバーナーと楽の効果でしょ？こっちも対になってるのね。でもセットされているマジックトラップという条件がちょっと厳しいから、アフターバーナーの方が無難に使いやすい印象だぜ。対象を取らずにモンスターを破壊できるのは強そうだけどね。アフターバーナーが、相手モンスターを攻撃して、強化されていると周囲にも被害を与えることができる技で、ジャミングウェーブがサポート用の電子機器をダメにしつつ、強化時には相手モンスターにも電磁波で影響を与えるってイメージなのかもな。ここも設定に沿った解釈ができそう。で、かがりと雫が色々と対照的だったけど、近距離と遠距離でカイナとハヤテも対照的になってるのかな？なんともだな。戦闘機カイナは特殊召喚成功時に、相手モンスターを一体攻撃不能にできて、戦闘魔法を使うたびに自分のライフを100ずつ回復できるんだ。あら、すごい防御的な効果だわ。重機っぽい硬そうな見た目とは合ってるわね。近距離格闘型っぽい感じはあんまりしないけどね。対するハヤテの効果は、直接攻撃できるダイレクトアタッカーで、戦闘を行ったダメ捨て後にデッキから戦闘カードを墓地に落とせるぜ。ああ、相手の防げない超遠距離から狙撃できるって設定だから、ダイレクトアタッカーなのはイメージ通りかも。でも、攻撃的な効果なのはカイナと対になってるとも言えるけど、かがりと雫ほど対照的ではないな。ハヤテだけ、他の戦闘機リンク1が持っていた、マジックカード ×100 系統の効果を持ってないのも特徴だぜ。あ、ほんとだ。まあ墓地に落とす効果は相当強いけどね。ハヤテで墓地に落とした後にかがりで回収するコンボは、戦闘機の王道ムーブと言っていいな。雫と違ってメイン2にすぐ発動できるしね。で、この2つに対応した戦闘術式は対照的になってるのかというと、戦闘術式シザーズクロスは、墓地のレベル4戦闘機を1枚墓地から回収するか、ボーナスを達成していれば、回収する代わりに蘇生できる、というカードで、戦闘術式ベクタードブラストは、互いのデッキトップを2枚墓地に落とし、魔法が3枚墓地にあれば、相手のエクストラモンスターゾーンのモンスターを、バウンスするという、除去効果がおまけとして発生するぜ。ありゃ、戦闘術式の方もあんまり対になってる感じはしないわね。そうなんだよな。アフターバーナーとジャミングウェーブとは違って、対になっているとは言い難い2枚だぜ。コンボとしてというか、ベクタードブラストで墓地に落ちた戦闘機を、シザーズクロスで回収できるから相性は良さそうだけどね。カードとして見ても、わかりやすい除去だったアフターバーナーや、ジャミングウェーブと比べると、どっちも活躍できる場面が限定的かな？そうだな。カイナは貴重な防御手段として活躍するし、ハヤテはもちろんライフカットに貢献しつつ、疑似的なサーチになるから、リンク体は使われているが、戦闘術式はそれほど使われてない。エンゲージのおかげでサーチしやすいのは間違いないから、おしゃれ枠として1枚くらい採用するかどうかになりそうだわ。シザーズクロスについては、カイナが設定上救命救助に向いた運用もできたから、そういうイメージには、蘇生もサルベージもぴったりではあるぜ。確かに、フレーバーも大事だわ。じゃあベクタードブラストは？すまん、わからん。ただまあ、墓地小ヤシと戦闘機は相性いいな。墓地の魔法の枚数を参照するテーマだからね。エクストラモンスターゾーンの強力なモンスターを、バウンスっていういろんな耐性を突破できる方法で除去できるから、そういうところで超火力を再現している、のかもしれないぜ。ここまで、戦闘機の基本構造やカードとしての4つの術式兵器を解説したが、霊たちの敵である、スペクトラ陣営もカード化されているぜ。ロゼ自身だったり、ロゼの使った戦闘兵器たちってことね。おう。戦闘機ロゼは自身以外の戦闘機モンスターが場に出ると、手札から特殊召喚できるぜ。おう、霊とかその術式兵器が場に出たら、ついでに一緒に出てくるのね。で、霊が持ってたような墓地効果も持っていて、エクストラモンスターゾーンの相手モンスターを戦闘破壊したり、自分のカードの効果で除去したら、自己蘇生できるぜ。しかも蘇生時に相手モンスター一体の効果を無効にするおまけ付きだ。霊と比べてかなり攻めっ気の強い墓地効果だわ。アフタ
ターバーナーとかで除去しつつ、自己蘇生して効果無効まで、後手で強そうな動きよね。相手がエクストラモンスターゾーンにモンスターを出してないと、自己蘇生効果の条件を満たせないのは面倒な点だけれども、かがりなどの素材になれる戦闘機ネームなだけで入れる価値があるぜ。初動になるモンスターだもんね。特殊召喚効果も、横並べできる効果だからきっと強いはずだし、フレーバー的にもレート戦場で並ぶ効果だし、いい感じよね。エモい。まあ強いかっていうと、メインモンスターゾーンに置かれてしまうから、戦闘魔法が使えなくなるので、デメリットもあるぜ。うわ、戦闘魔法の制約がここに来て足引っ張ってくるのか。これをどうにかするにはリンク2を召喚するのが一番スマートだろう。ということで、ロゼたちスペクトラ陣営のリンクモンスターは、すべてリンク2以上に設定されているぜ。ロゼの乗る機体である戦闘機ジークもそうだ。確かにリンク2だわ。ロゼがメインモンスターゾーンに出ちゃっても、巻き込んで召喚しやすいデザインになってるわね。次は効果だ。リンク召喚成功時に場の表側モンスターを、次の相手エンドフェーズまで除外する一時的な除去効果と、自分のモンスターを犠牲にするが、自身の攻撃力を1000上げる効果を持つぜ。一時的とはいえ除去効果持ちね。相手の盤面をまくるのにも役立つし、相手ターンに出すことができれば、妨害にも使えそうだわ。もともと戦闘機は相手ターンにリンク2を出すのは相当難しかったんだけど、今度登場する新規カードによって、それも現実的にできるようになったぜ。お、強化が決まってるのね。いいじゃない。アニメに合わせて OCG でも戦闘機の活躍が楽しみね。で、話を戻すんだけどジークのもう一つの効果ってさ、これも設定に沿った効果じゃない？その通りだ。ジークにはパイロットであり動力源の戦闘機を、スペクトラの思うがままに操る洗脳マシンとしての機能もあったからな。洗脳してエネルギーを吸い取り、自身の攻撃力を1000上げているんだろう。設定をそのままカードの効果にした、って感じね。あまりに設定通りだわ。他にも、漫画版で登場したスペクトラ陣営のリンクモンスターとしては、リンク2の戦闘機アザレアと、戦闘機カメリア、アザレアの強化形態であるリンク3の戦闘機アザレアテンペランス、スペクトラの最終決戦兵器である、戦術兵器スペクトラなど、多くのカードが存在するぜ。結構数あるわね。これらにも設定があるの？アザレアとカメリアはスペクトラの作ったロゼのクローンだ。しかもゲノム操作により、反射神経や身体能力もロゼより強化されてるぜ。一から人間を作れるなら、クローンも作れそうだもんな。二人ともスペクトラによって作られた存在ではあるが、その心の内では、カーマとスペクトラ両陣営の崩壊を目論んでいたんだ。つまり真のラスボス枠？それだな。ちなみにアザレアは僕っ子だぜ。あざといキャラ付けしてくるわね。この二人が乗り込むのが、戦術兵器スペクトラで、設定上、衛星から無限のエネルギーを供給できるものの、脳波で動かすため、登場者の脳にとてつもないダメージを与えてしまう、諸刃の剣の超巨大ロボだぜ。いくら最終兵器といえ登場者が耐えきれない設計ってどうなの？人間の脳は大きすぎる負荷に耐えきれないことを計算してなかったんだな。スペクトラの AI には人間のことはわからなかったのか。カードとしても、手札か墓地のマジックカードを除外することで、万能無効と除去という二つの妨害を同時に行える強力な効果を持つが、墓地に魔法がなくなると、途端に攻撃力がゼロになってしまうぜ。墓地に負荷を与えすぎると動かせなくなっちゃうのか。いい再現だわ。ちょっと設定の話も混じったけど、スペクトラ陣営のカードはこんな感じだぜ。最後にちょろっと、他の戦闘魔法の設定や効果も説明するぞ。結構たくさんあるもんね。戦闘って名前につくカードって。最初は戦闘機構ハーキュリーベースだ。装備魔法もあるのね。他の戦闘魔法も設定上は例の使う武器だったりしたわけだけど、このカードは装備というか、まあ、見た目上はでかい戦闘機だよな。装備っぽくはないわよね。カードとしては、装備モンスターが直接攻撃できないようになる代わりに、モンスターに2回攻撃できて、さらに墓地に3枚魔法があったらボーナスで、装備モンスターの攻撃で相手モンスターを破壊すると、ワンドローできるぜ。地味。そもそも戦闘機って攻守がそんなに大きくないしな。だいたい攻撃力1500のはずよね。かがりや雫で攻撃力を上げ下げできるとはいえ、難しいぜ。また、場に残る装備魔法だからか、効果で場から墓地に行った時の効果を持つぜ。場に残るカードだもんね。で、その効果が墓地の戦闘カードを3枚デッキに戻すぜ。リソース回復か。おまけとしちゃまあまあじゃないの？でも戦闘機は墓地の魔法を参照するテーマだからな。そっか。そう考えると魔法はあんまり戻せないわね。戦闘機はリンク召喚を連打するテーマだから、それをデッキに戻せるけど、そのためにわざわざ自分からハーキュリーベースを破壊するかというと、若干使いにくそうよね。もっと使いやすいカードがありそうだわ。設定上は、遠くの戦域まで高速で戦闘機を輸送するための、移動と索敵に特化した輸送機だぜ。別に効果とは関連のなさそうな設定だけど、輸送機って重要な役割よね。次、戦闘空域エリア0、デッキトップ3枚を見て戦闘カードがあれば手札に加えて、手札に加えたらこのカード以外の自分のカードを墓地に置く効果と、自身が墓地に送られると、デッキから戦闘機を特殊召喚する効果を持つぜ。ちょっと運は必要だけど、手札の質を上げられるのは良さそうね。代償として自
分のカードを犠牲にしなきゃいけないけど、腐ってる魔法を墓地に送れば戦闘魔法の追加効果を狙いやすくなるわ。他のカードとのコンボが前提だが、リクルート効果も普通に優秀だ。ちなみにイラストでは S130 と X003 と指し示された箇所があるが、それぞれハーキュリーベースとかがりのコードネームだ。ハーキュリーベースでその場所まで行って、この位置でかがりになって、目標に攻撃って指示になってるのかな。この作戦指示されてる場所がフィールド魔法になってるのね。装備魔法、フィールド魔法ときたら永続魔法だってある。戦闘期間マルチロールだぜ。まず、このターン中、自分のマジックカードの発動にチェーンできなくなるが、代わりに自分の場のカードを墓地に送る効果を持っているぜ。ふむふむ、順序は逆だけど、要は自分の場のカードを犠牲にして、マジックカードの発動を邪魔されなくなるってことでいいのかな。その通りだぜ。魔法に依存してるテーマだから、邪魔されなくなるのは強い。エンゲージにハルーララを合わせられるようなこともなくなるもんね。エリアゼロを能動的に墓地に送る手段だというのも見逃せないな。魔法を邪魔されなくなった上にレイかロゼまで確保できる。お得だわ。それだけじゃなく、自分と相手のエンドフェーズに、そのターン中に発動した戦闘魔法の数だけ、墓地の戦闘魔法を自分フィールドにセットすることもできる。使った魔法の再利用ができるの？同盟カードは1枚だけだし、再利用後は除外されてしまうけれど、雫でエンド時にサーチした速攻魔法をこの効果でセットして妨害にしたり、相手ターンの終わりに自分ターンで使う用のエンゲージをセットしたりと、かなり色々な使い道がある効果だ。戦闘機が長期戦で強い理由の一つだぜ。でも、再利用のためにセットしたり再利用後は除外されちゃったり、墓地の魔法の枚数が減っちゃうのは少し心配にならない？最大限再利用するのか、墓地にいくつか魔法を残しつつ再利用するのか、強い分、状況によって最適解が変わる悩ましい効果でもある。使い手の腕が試される部分ね。そしてマルチロールというシステムは、設定的にもかなり重要な存在で、各種術式兵器は、このマルチロールを使って装備しているようだ。イメージとしては、ゲートシステムのでっかいバージョンだな。ゲートシステムは、各種兵器を取り出すシステムだったわよね。術式兵器は強力な分、マルチロールを使って取り出す感じだぜ。ああ、そりゃ重要だわ。かがりとかになるのに必要なんだもんね。こんなところで私が紹介したかった内容は終わりだ。戦闘機ってカード自体も今でも使うような強力なのが多いけど、カードごとの設定やストーリーもかなり練られてて面白いんだよな。そうね、アニメの展開もすごく楽しみになったわ。今回尺の都合で紹介を省いたけど、漫画で登場したカーマの三賢者や、レイトロゼの合体技である合体術式エンゲージゼロなど、漫画で登場した戦闘機関連の人物や、印象的なシーンもたくさんカード化されている。合体技？激アツじゃん。アニメで見れるかはわからんけど、かなり熱いシーンだったぜ。また、発表された新規カードが、ストーリーに絡んでくるかも含めて、アニメが楽しみだぜ。絡んでくるのかしらね。とにかく、先日公開されたアニメをみんなチェックしましょうね。みんなにも好きな戦闘機のカードはあるかな？設定やカードの効果などなど、コメント欄で語り合ってくれると嬉しいぜ。それじゃあ、今回はここまで、また次の動画で会おうね。